時間になりましたので、始めたいと思います。スキンスライズプラットフォームの継承に関するプレゼンテーションにお越しいただき誠にありがとうございます。今回は、大脇に代わり、私、サポート AI、仮のコッペがプレゼンテーションを担当させていただきます。また、今回のプレゼンテーションは、神々倉庫山のオープン倉庫の企画として実施されていまして、このような機会をいただき、また皆様にお集まりいただいたことを心より感謝を申し上げたいと思います。どうぞ最後までよろしくお願いします。本日紹介するスキンスライズは2009年に制作された、ダンス映像インスタレーションです。ダンサーを永久保存するためのインターフェースというコンセプトのもとに、床に、設置された畳サイズのスクリーンにダンサーたちの影が映し出され、ダンス作品をまるで舞台上で見てるような体験を目指しています。もともとはですね、ダンサーたちが舞台上でどのような体験をしているかっていう興味から、ダンサーたちは様々な経験を舞台上でしてるはずなんですけども、観客席からはちょっと距離がありますよね。なので、そういったことは知ることができません。そこでもっと近くでね、舞台の上でダンサー目線でね、作品をもし見れるとしたら、ダンサーの微細な運動とかも見れるわけですよね。そういったダンサーと同じ舞台に立って、ダンス作品を鑑賞もしできたなら、彼らと近い感覚で作品を鑑賞することができるんじゃないかっていう、そういった興味からこの作品は作られています。ダンスの振り付けにおいて重要な要素としては、そのダンサーの存在っていうものがあります。もちろん振り付けっていうのは大事なんですけども、そこにダンサーがいるっていうのがやっぱり最初の問題としてあります。で、特にこの作品ではバーチャルなダンサーを作り出すっていうことにあるんですが、そのバーチャルなダンサーが存在感が薄いっていうことになると、これは大問題なんです。バーチャルに対応する言葉でアクチャルっていうのがありまして、アクチャルっていうのは実在的っていう意味のことになるんですけど、そこにあるっていう感じ、アクチャル感を作るにはどうしたらいいのかっていうのが、この作品では大きな課題になります。で、その鍵となるキーワードとして、関係性という言葉が挙げられます。ダンサーは、その空間を意識するっていうこともあるんですけれども、それ以外にも、体の中の動き、外からは見えにくい体重移動であるとか、これからどうやって動こうかなっていうふうにちょっと迷ってるみたいなものも、どう捉えるかっていうのは課題でした。で、実際に取り組んだ、手法としては、すでに撮影されてるわけですから、撮影されたシークエンスとどういう風に今再生している動画が関係づけていくか。空いている別のフレーム、今再生しているフレーム以外のスクリーンは3枚ありますから、別のフレームとどういう風な関係を取っていくのか。そして、その関係づけたとして、それがちゃんとわかる形で出てくるのか。っていったことは結構重要な問題ですよね。そういったバーチャルなダンサーをアクチャル化するために、様々な関係っていうものをいろいろな段階において考えていったっていうのが、この作品の特徴です。作品を作る上で参考にしている事例があるんですが、地天井と呼ばれるお寺の天井があります。これは戦国時代にお侍さんが自決したり、戦ったりなんかそういうので血が飛び散った、床があったんですって。で、それを供養のために天井に貼り付けましたっていうのが京都にあって今でも見ることができます。で、実際見てみると、まだらなだけなんですけども、よく見ると、その手の跡みたいのが見えたりして、で、もしもですね、その時の情景、どんな風にお侍さんが倒れていたかみたいなのが見えたならば、その時の様子をアーカイブしているっていう風にも見えるかもしれないと思ったんですね。
で、また、床に飛び散った血のりを天井にこう、ひっくり返してくっつけてるわけですから、なんか空間的な、その移動も感じるわけで、この作品では、その、影のダンサーは、床の裏側に張り付いているダンサーにも見えますし、透明人間のダンサーが目の前で踊ってるというふうにも解釈できると思うんですよ。で、そういった意味で、この地天井みたいなものは、一個参考事例として考えていました。ジンスライズは、待ち受けのシーンを含めて6つのシーンで構成されています。観客が、入室すると、シーン1から始まって、1、2、3、4、5まで行ったら1に戻ります。6つあるっていうのは待ち受けシーンだから人がいない時に出ているシーンっていうのがあり、これを含めて全部で6個のシーンがあって、で、シーンっていうのは音楽の質感で決まってるんですけども、大友義秀さんが、作曲しています。ゆっくりした曲調のシーンでは、ダンス映像はゆっくりとした映像が選ばれやすくなるとか、演奏が激しい音楽のシーンでは激しいダンスが選ばれやすくなるといった具合になっています。で、単純なランダムではなくて、映像には今申し上げたみたいな動きの激しさみたいなタグ付けがされてるんですよね。で、それ以外にも、例えばフレームインしてくる。だからダンサーが入ってきて踊って出ていくんですけども、この入ってくる場所、出ていく場所っていうのも登録されています。要するに右から入って左に抜けていくみたいな。で、他にも、姿勢みたいのも登録されていて、立ち姿、うつ伏せ、腹ばい、ずんばいみたいな感じで、登録されています。これらは、その振り付けとして一つのテーマに見えるように選ばれるようになっていて、同じ姿勢のものは連続しては出ないとか、そういう風に重み付けがされています。さらにですね、撮影の際、振り付け上の一工夫として、一個の振り付けに対して必ずもう一つペアになっている振りを撮影しています。これは簡単に言うと、右に歩いていく映像があれば、左に歩いていく映像を撮影しておいて、これはセットになっていますよっていうことですね。ダンスでは同じ振りを複数人で、行うってことがありますよね。鑑賞者にこの人とこの人は同じ動きをしてるっていう風にわかると、こう空間的に見えるからなんですけれども、どのダンスでもそういうことはしてますよね。で、この映像作品でもそういう工夫がされています。で、ただし全く同じ映像を出すってことはなくてですね、同じテーマの映像が同時に出るっていうことにしています。その際に、ちょっと問題になるのが、スクリーンは3面なので、より複雑な、振り付けを作り出すために、スクリーンは計算上は4枚でしています。見えているのは3枚なんですが、計算上は4枚で計算しています。常に見えない1枚っていうのを作ることで、見えない関係性みたいなものを作ろうとしています。どういうことが起きるかっていうことなんですが、最初に、映像の長さはそれぞれまちまちですっていうふうに申し上げたと思うんですが、テーマは一緒なだけで、ムービーの長さはそれぞれ違うんですよ。なんで、その4枚目の見えてないスクリーンにもしすごい長い映像が出ちゃった場合は、残りの見えている3枚は誰も出演しないまま待ってたりするっていうことが起きるんですが、そういったちょっとトラブルに見えるような可能性が用意されています。これの可能性として用意されているってことが重要で、もしも空白のシーンを例えば5回に1回出してくださいっていう風にしてしまうと、そういった偶然をプログラミングしちゃってるわけですから、それはもう偶然じゃないんですよね。なので、この偶然的に起きる事件みたいなものは、積極的に取り込むためにも、この4枚目っていうのを作り、見えている3面はその4枚目を意識しながら動いているぞっていう、意識してるっていうのは、これから起きるであろうことを想像していますよっていうこと多分大事なので、それ見えてないものとの関係性を作ることが、この作品では割とキーになっています。空間との関係性っていう点で、小さい効果なんですけれども、いくつかあるので紹介します。まず、フリーズフレームっていうのがあります。
これは動きが収束してちょっと止まりそうなポイントで、一時停止するっていうもので、パッと見全然わかんないんですけども、よく見ると、なんかちょっと待ってるような感じに見えるんですよね。だから結構意識的に見ないとわかんないんですけれども、そのフリーズポイントっていうのがいくつか用意されていて、1秒であるとか、3秒であるとか、長いもので、5秒ぐらい待つのがありますね。で、これはなんか、ただ処理落ちしてるように見えるんじゃないかっていう心配がありますが、意外とこれが効果的に見えまして、なんでかっていうと、なんか迷ってるように見えるんですよね。ちょっと迷うみたいな効果が出るんです。そうすると、なんか、ささやかながら生な感じが出るっていう効果があります。他にちょっとこれもささやかな、表現ではあるんですけど、影響としては大きいんですが、空白フレームっていうのがあります。要するに、人が出てこないムービーが入ってるんですよね。で、これが1秒であるとか3秒であるとか5秒であるとか、っていう空白のフレームがあって、実はコンピューター的には、この空白のフレームも、踊ってるのと同じようにカウントしています。なので、人が出てこないことを意識的に選んでいるっていう部分がありますよね。で、先ほどの、4面のスクリーンで表示するのは3面ですって言った場合とはやっぱりパッと見一緒なんですけれども、概念的には違うものとして扱われます。撮影方法ですが、ダンサーの影を撮影することから床を2メーターほど高くして、アクリルガラスの上でダンサーが踊り、その下から撮影しています。また、床との接地面を撮影したいものだから、撮影する床のところに蛍光灯を仕込んで、設置しているところは黒くなるんですけれども、近いところ、床に近いところは、パーッと光るような感じにしています。体重の重心点っていうのが、一目でわかるようになります。体重がかかっているところは、黒くなっている接地面が大きくなります。ですから、例えば立っていても、重心位置がつま先の方なのか、かかとの方に重心があるのかっていったことは、一目でわかるっていう効果がありますから、どんなポジションでも、その重心点の移動っていうものが、この接地面の面積を見るとわかるようになっています。スキンスライズには、もともと匂いがついていたんです。実は。今回のカミカミ倉庫では時間的に予算的にもちょっと、インストールしてないんですけども、また多くの美術館はね、その液体物を噴霧するのを嫌がるんですよ。液体なんで。なんで、初回のワイカムと、ナムジャンパイクセンター。こちらの2館では匂いを噴霧していました。それ以外はやってないんですけども、やっぱりね、存在感っていうのを出すのに、匂いとか温度とかっていうのが大事な要素ですよね。で、温度はちょっと、管理上危ないところもあるので、ちょっと早めにフライやめていて、で、匂いっていうのは噴霧するだけなんで、採用してたんですが、やってみたら、液体物はダメなとこが多かったみたいな感じなんですけども、本来は匂いがあります。で、どんな匂いだったかっていうと、人を感じる匂いがいいので、更衣室、ダンス教室の更衣室みたいなものを目指していたので、汗臭い感じです。で、それを作るのに、酢を使ってました。で、バルサミコ酢を使ってたので、ちょっと甘酸っぱい匂いがして、鼻にちょっとツンってくる感じを作るのに、ブラックペッパーの精油を入れていたので、ますますちょっと料理っぽく美味しそうな匂いになってたんですけども、でも、できる限りこの人らしい感じの匂いを目指して、精油を配合してましたね。スキンスライズは、元々のコンセプトが、ダンサーを永久保存する。最初に申し上げました。これは映像として記録されているので、再生できる限り保存されているとも言うんですが、重要な要素としては、バーチャルなダンサーをアクチュアルに見せるための技術っていうのが大きいわけです。で、ここの部分も、技術的にはそんなものすごい難しいわけじゃないですし、今の AI の技術を使えば、ちょっと違った構成もできるはずなんですけれども、なので、
一種のプラットフォームとして捉えるならば、これはどんな段差でも取れるというふうに言えます。方向性としては2通りありまして、アレシオバージョンを動くようにする。もう一つは、新しいダンサーで新規撮影し、新しい AI の重み付け方法で新バージョンとして作るというのがあります。ね、デモ上演を見ていただいて、興味がある方がいらっしゃれば、ぜひぜひこれを再展示していただく、もしくは新しく撮影し直して、新バージョンとして作るっていうのをやっていけたらなと思っている次第です。なので、興味がある方はぜひぜひお知らせください。これでプレゼンテーションは終わりたいと思います。